チェンムではリードプログラマーをしてました平井と申します。約5年前にですね、ネイロ株式会社という独立系の開発会社を創業いたしました。現在ではプロデュースディレクションを行うことが多いです。当時95年というと Windows95 にもありました通りインターネットが、世の中に出始めてきました。ただまだ情報というものはですね世の中には存在してなくて、シェンムというタイトルはですね新しいチャレンジが非常に多かったタイトルではありました。昨今のゲームではですねグラフィックに関するリサーチのものが多いんですけど、グラフィック以外に関してもですねシェンムは大きなチャレンジをたくさんやっていました。でそれらをやるために、リサーチとディベロップメントの割合が、5対5っていうふうな形のものだったと思ってはいます。15年経った今ですけど、世の中にはシェンムから開始されたって言われているものがありますと。それがオープンワールドと呼ばれるものです。1999年に世の中に出したシェンムにオープンワールドを搭載したっていうのがおそらく僕の中での最大の功績だったんじゃないかというふうに思っています。でオープンワールドを作るにあたってですね当然ながらリファレンスになるようなものは世の中に存在してなくて、CPU のマネジメントも、グラフィックチップのマネジメントもメモリーも読み込みも含めてですねバランスをとって、開発していくっていうのはトライアンドエラーのなせる技だったというふうに思ってます。僕自身が例えば高速化をしたいと思ってじゃあシェンムって33ミリって速度で動いてはいたんですけど、じゃあ35ミリだったやつを26ミリにしましたと。で1週間後になったらですね当然ながら速くなったってことですねリソースが増えてですねまた35ミリを超えてしまいましたと。それをどんどんずっと繰り返していくような作業だったと思います。それによってメモリーも溢れる。でそれも調整するっていうことを多くやってたような気がしています。2章で出てくるシェンム2で出てくるんですけど手錠のプログラムとかっていうのがあったんですけど、人と人が手錠でつながれて制御されるとかって今までになかったものだったりとかしたので、当然ながら結びつけている者同士のプログラムもそうであれば人同士を引っ張るっていう物理学的なところも含めて制御をしたりとかですね2年間のですね横須賀の天気を再現した時に思いました。本当にこんな天気だったのかなと思う時があったんですけど、非常に難しい天気の予報もありましたね。晴れのち雨のち雪のち晴れのち曇りみたいなこういうのを再現して本当にその時に皆さんこれを体感していただいたのかなと思ったりもしたんですけど、そこすごい良かったよという話をですねすごい人づてで聞いたりとかした時には再現してよかったなというふうに思った作品でした。今回ですねクラウドファンディングでやることに非常に意味を感じています。ユーザーが本当に15年経った今期待をしているのか、期待しているとしたら何なのかっていうのが分かりやすく僕たちに届くものだと思ってはいます。一番大事なポイントとなってくるであろうと僕が思っているのはシェンムーから生まれた QT と呼ばれるもの、それにもともとシェンムーであったバトルっていうシステムがありました。でこれをですね融合してですね新しいものを作りたいなというふうには考えてます。コストが許せばっていうところはもちろんありますが、ニューバトル QT というものをですね今回新しく作っていきたいというふうに考えています。で過去の QT 過去のバトルっていうものを本当に過去に置き去りにするぐらいのですね新しい画期的なものにしてですね面白いシェンムっていうものを体験していただきたいというふうに考えています。